サルどうも。今回はスペインのマドリードから動画をお届けします。なんでまたスペインかって言いますとね、私この度イベリコハムのアンバサダーに任命していただきまして、インスタグラムとかではちょこっと発信もしたんですけど、そんな事情からスペインに来てイベリコハムの製造工程とか育ってる環境を学ぶ仕事をちょっとしてました。そんなさなかちょっと時間が取れたので、マドリードの街を散策しながら食材を買って宿泊先で作るのもいいんじゃないかなと思った次第です。なわけでここからは現場につなぎます。はい、今スペインに来てます。スペインのマドリードです。今ここが、マヨール広場っていう結構賑やかな広場で、今から市場に行ってちょっと食材を買ってこようと思います。マドリードはちなみに僕2回来てて、中学生ぐらいの時に1回来てますね。その時はもちろん何もわからないで来たんですけど、でもね、やっぱその時の記憶すごくしっかりしてて、イベリコハムすごいびっくりするぐらい美味しかったんですよね。その時食べた時から。で、マドリードにいた時はね、なんか豆料理、白い豆みたいな、フランスのアリコココとかですよね、とかなのかなに近いのがこう主流で、豆を食べるみたいな、そんな、ことを覚えてますね。これがマドリード最後のチゲシ。これがマドリード最古の市場と言われてるサンミゲル市場です。なんだろう、あんまり食材が売ってるっていう感じじゃないですね。食べ物をちょっと買ってつまんでっていう、そういう広場なのかな、そういう市場。すごい素敵、おしゃれですね。そのまままず食べた方がいいですよね。シンプル。じゃがいもの感じ結構主張してて、食べ応えがしっかりしてる。これそのままでもいいし、ちょっとディップしてもいいですね。カクテルソースって言ってたけど、オーロラソースだよね。ソース美味しい。そんな感じでいろいろ見て回ったんですけど、食材売ってるのがまたちょっと違う大きなデパートだったんで、そこでトルティージャを作るための買い出しです。そうです、遅くなりましたが今回はトルティージャを作ります。さすがスペイン、イベリコハムが所狭しと並んでおりました。お待たせしました。必要な食材も全部買い終えて、ようやく調理の方開始できそうです。はい、そんな今回作っていくトルティージャですが、スペイン風オムレツとも呼ばれてますよね。基本的には卵とじゃがいもで作っていくスペインの国民的な料理の一つです。早速作っていこうと思ってびっくりしたのが、包丁がね、こんなやつしかなかったです。びっくりして大家さんに3回ぐらい問い合わせしました。大家さんは包丁は完璧に揃ってるっていう風におっしゃってたんですけど、完璧の認識がちょっと双方でずれてた感じですね。このお借りしてる部屋中探し回ったんですけど、これしかなかったです。ただですよ、意外にも切れるなと思いました。もっととんでもないありさまになっちゃうのかなと、料理を始める前は不安しかなかったんですけど、意外に切れるんですよ。これが新たな発見ですね。切るというよりも削るといった感じです。そうですね、干し柿刻めのサメ肌もびっくりな削りっぷりです。すいません。
トルティージャにはチーズも欠かせないです。スペインの代表的なチーズ、ケソマンチェゴを今回使っていきます。すげえうまい。いいなこういうの。楽しいね。卵とじゃがいものつなぎ役となるようなうまみをこのチーズで補填していきます。ありがたいことにチーズを削るマイクロプレーンがありました。マイクロプレーンはあるのに包丁はあんなありさまでつくづく不思議な体験をしました。いけませんね、こんなに言っちゃうのも。聞かなかったことにしてください。溶いた卵は一応不純物だったり殻が入ってるかもしれないので裏ごししておきます。ボウルに残った卵ももったいないんでしっかりとゴムベラでこそいでおきます。ここからはカットしておいたじゃがいも、玉ねぎ、にんにくに火を入れていく流れです。結構たっぷりとオリーブオイルを加えて揚げ焼きにしていくような感じです。だいたい中火ぐらいで、まずはじゃがいも全体にオイルが回るように軽くあえておきます。あとお塩ですね。この具材に塩がしっかりと乗ってた方がトルティージャ味が美味しくなるんで、この塩は忘れないでおきます。じゃがいもがある程度オイルを吸ってきたこのタイミングで玉ねぎ、にんにくも加えちゃいましょう。玉ねぎにも軽く下味の塩を忘れずに。じゃがいもを炒めててオリーブオイルが少し足りないなと思ったので足しました。大体なんですけども大さじ4ぐらいですかね。さあこんな感じで香ばしい色がついてきたので、これを先ほど溶いておいた卵にそのままダイレクトで投下します。当然熱いので卵が少しだけ火が入るんですよね。ただ目で見る限りだとまだ全然シャバシャバの状態です。とはいえほっとくと1箇所だけ火が入っちゃったりするんで、しっかりと攪拌させて、じゃがいも半分は玉ねぎにすり混ぜるような感じです。つなぎ役ですね。先ほどのチーズもしっかりとすり混ぜます。さあというわけでベースは仕上がったんで、ここから卵に火を入れていきます。オリーブオイルケチらなくていいと思うんですけど、目安としては大さじそうですね2分の1ぐらいですかね。なるべくなんですけど、これ僕が意識してるのはフライパンになるべくですよ、なるべくが多いですね。なみなみ卵が入るぐらいがいいです。もうまさにこれぐらい。攪拌した時に外にこぼれないんだけど結構高さもある状態。このフライパン直径18センチから20センチぐらいの比較的小さいものをチョイスしました。揺すってこのように周りが動き始めたら割と合図です。ただね、高さがあるんで扱いには十分注意しましょう。油断するとですね、こういった感じになります。失敗しました。はい、割と豪快な失敗をしました。はい、こんな時もあるんですね。冷や汗全開でした、この時は。ただですよ、ちゃんとリカバリーしていきますから最後まで見てってください。フレッシュの生地が余ってたんで、割れた部分めがけてそれを少しこう塗るような感じにしました。それでもう一旦焼き固めていく感じです。ただやっぱり一旦崩壊してたんで、こんな感じでひびが入っちゃってたんですよね。そこもちゃんと修復します。
はい、この通りでだいぶリカバリーできてきました。先行き不安だったんですけど、ここまで来ればもう大丈夫です。あとは両面しっかりと焼き色をつけるためにこまめにターンさせていくだけです。トルティージャは常備菜のようなイメージなんで、中をとろっとさせるというよりもしっかりと火を入れた方が冷めても美味しいです。さあ、というわけで香ばしい焼き色がついたんで盛り付けです。ドレッセですね。表面に少し照りを出すためにオイルを塗りました。あとはアクセントで塩。十分ベースに塩は効いてるんですけど、ほんとアクセント程度ですね。果たしてちゃんとリカバリーできてるんでしょうか。緊張が走るスペインの昼下がりです。はい、完璧ですね。ありがとうございます。デザートと見まがうような断面してます。これはすげえうまい。すげえうまいっす。じゃがいもをちょっとやっぱり焼き色をつけて、そうすることによって玉ねぎとかね、にんにくも一緒に香ばしくなるんで、その香ばしさがね、この中に入ってるんですよね。で、卵全体にもその香りが行き渡って、うまみも凝縮されてたまらんな。これつなぎでちょっとすりつぶしたじゃがいもとかもすごいちょうどいいもん。食感が残ってる部分とつなぎに回ってる部分と、でこのチーズなんですよ。このケソマンチェゴだったっけ。これがね、主張してないけど、これ入ってないのと入ってるのとではね、もう雲泥の差が出てると思います。もう超縁の下の力持ち的なこの味わい、食感にもね影響してるんですよね。卵を全体をこうちょっとキュッとまとめてくれてるから、エスパニョールの大地を感じてるよ。リーガエスパニョーラだよ。というわけで本場スペインで作るトルティージャでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。